頑張っている人ほど夜になると動けなくなります。仕事終わって帰った後、やろうと思ってたのに、またスマホ見て終わります。タスクだけ開いて結局閉じるんですよね。それで寝る前に焦ります。この動画では、なぜ夜になるとまた今日もが止まらなくなるのかを後で整理していきます。多くの人がやる気が足りないと思っています。自分もずっと気合が弱いだけだと思ってました。でも頑張ろうとは思ってるんですよね。だから余計辛いです。これを知らないと明日こそやろうを何年も繰り返します。実は毎日自分に向けている言葉が少しずつ行動を止めています。深夜2時にベッドでスマホ見ながら、また今日もできなかったって考える夜、かなり多いんですよね。SNS を開くたびにみんな進んでる気がして余計に焦ります。なんで自分だけこんなに止まるんだろうってどんどん苦しくなります。また続かなかったって普通に言ってました。自分を責めれば逆に頑張れると思ってました。でも実際は責める言葉が増えるほど次の日も動きにくくなります。つまり努力不足というより毎日の独り言が積み重なっていたんです。この本を読むと自分を止めている言葉に気づけるようになります。夜になるとどうせ自分はって考えてしまいます。帰宅後に何もできない人ほど夜に自分を責め続けています。この動画では本の要点を3つに分けて優しく整理していきます。また今日も送り返す夜から少し抜け出すヒントを一緒に見ていきましょう。これは会社員の現実を変える一冊です。この本は言葉を変えれば前向きになるみたいな軽い話ではありません。自分はずっと前向きになれないからダメなんだと思ってました。ポジティブ思考の話かなって最初は思ってました。毎日自分に向けている言葉がどうやって行動や感情を作っていくのかを現実的に整理した本です。特にこの本が扱っているのは夜になると動けなくなる感覚です。帰宅して座ったまま気づいたら1時間とか普通にあります。パソコン開いたのに結局閉じる感じ、かなりわかります。この本はそういう毎日の独り言が少しずつ人を止めていくという話をしています。多くの人は動けない原因を性格や気合の問題だと考えています。でも本書ではその前に自分へ向ける言葉を見直しています。なぜなら人は毎日聞いている言葉を少しずつ現実だと受け取り始めるからです。どうせ続かないって言ってると最初から諦め気味になります。するとやる前から疲れたり後回しが増えたりします。この本を読むことでなぜ頑張ろうとしてるのに動けなくなるのかがわかるようになります。しかも難しい専門用語ではなくかなりシンプルな言葉で書かれています。本読むの苦手でも生活に重ねて考えやすそうです。ここを勘違いするとどれだけ頑張っても同じ夜を繰り返します。本書はもっと努力しろとは言いません。むしろ真面目な人ほど自分責めを努力に使ってしまうと説明します。もっと頑張れ、また逃げたって毎日頭の中で言ってました。本人は前に進もうとしているのに実際はその言葉でどんどん苦しくなります。だから本書ではまず改善より先に気づくことを重視します。あ、今また自分を責めてると気づくだけでも反応が少し変わるからです。この考え方は他の自己啓発本と少し違います。無理にポジティブになるよりまず現実の独り言を見ることを重視しています。夜になるとどうせ無理が増える人ほどかなり刺さる内容です。この本はただ前向きになるためではなく止まり続ける毎日を少し軽くするための本なんです。また今日もできなかったを繰り返すほど人は本当に止まっていきます。多くの人はただの独り言だと思っています。
自分も気にしたことなかったです。でも本書ではその言葉が少しずつ自分の認識を作ると説明しています。例えば仕事終わりに資格勉強しようと思ってた。でも疲れて動画だけ見て寝てしまいます。その後、やっぱり自分は続かないって考えてしまいます。これかなり自然にやっていますよね。でも問題はその言葉を毎日聞いているのが自分自身だということです。人は毎日繰り返し聞く言葉を少しずつ信じ始めます。だから自分は続かないを何度も言うと、挑戦する前からもう苦しくなります。やる前からどうせ無理が出てきます。すると行動する前に疲れる、やる前から失敗する未来を想像してしまう。だからさらに動けなくなる。この流れが少しずつ習慣になります。ここを勘違いすると、どれだけ予定を立てても夜になると崩れます。本書で重要なのは気合ではなく毎日の言葉を見ることです。また今日もダメだったを反射みたいに言ってました。まずそこに気づくことを重視します。例えば帰宅してソファ座った瞬間、今日も何も進まなかったって思うことありますよね。仕事終わっただけでかなり疲れてるのに自分には厳しいです。だから安心する時間がなくなって脳がずっと緊張します。結果として行動する力まで減っていきます。この考え方は仕事でもかなり使えます。ミスした後に自分はダメだだけで終わると次の挑戦が怖くなる。でも今かなり疲れてたなと見方を変えるだけで反応が少し変わります。もちろん分かっていてもまた自分を責めます。結局また後回ししたって夜に落ち込む日あります。でも本書はそこで完璧を求めません。まず自分を止めている言葉に気づくだけでも違うと伝えています。だからこのポイントは前向きな言葉を無理に作るという話ではありません。毎日どんな独り言を自分に向けているか、そこを見ることが止まり続ける夜から抜け出す第一歩なんです。真面目な人ほど自分責めを努力に使ってしまいます。普通は自分に厳しい人ほど成長しそうに見えますよね。だからもっと頑張れって自分を追い込んでしまう。でも本書ではそこに大きな落とし穴があると説明しています。例えばミスした後になんでこんなことしたんだって責め続ける。帰宅後もその反省をずっと引きずります。そして次はもっと頑張らないとって考える。一見すると前向きに見えます。でも実際は心が休まる時間がなくなっています。人は緊張し続けると少しずつ疲れていきます。だから頑張るために自分を責めているつもりが逆に動けなくなる。これが本書の重要な視点です。ここを知らないまま努力すると真面目な人ほど少しずつ壊れていきます。特に会社員は仕事中ずっと気を張っていることが多いです。ミスしないように考える、空気を読む、返信を気にする。周りに迷惑かけないようにずっと頭を使っている感じかなりあります。だから帰宅後にはもうかなり消耗しています。でもその状態でもさらに自分を責める。また今日も進まなかった、もっとできたはず、なんで続かないんだ。こういう言葉を夜に何度も繰り返してしまう。すると脳がずっと危険状態になります。安心する時間がないから回復しにくくなる。だから次の日も重たい、やろうと思っても体が動かない。この流れを本人は努力不足だと勘違いしやすいんです。自分も厳しくした方が成長できると思ってました。でも実際は責めるほどどんどん疲れてました。本書ではまずその状態に気づくことを重視します。また自分を追い込んでるなって気づくだけでも違う。なぜなら
無意識で責め続ける状態から少し距離を取れるからです。この考え方は人間関係でも使えます。誰かに注意された後、必要以上に引きずることありますよね。頭の中で何度も再生して、やっぱり自分はダメだって考えてしまいます。でもそこで自分を攻撃し続けるほど次の会話も怖くなる。だから本書は無理に自信を持てとは言いません。まず自分を苦しめている言葉をそのまま見てほしいと伝えています。真面目な人ほど努力のつもりで毎日自分を削っています。だからこそ責めれば変われるという思い込みにまず気づくことが大切なんです。まず必要なのは自分を変えることではなく、自分を責めている言葉に気づくことです。多くの人は変わろうとするとき、すぐ改善しようとします。もっと頑張る、もっと続ける、もっと前向きになる。でも本書ではその前に見るべきものがあると説明しています。それが毎日自分に向けている言葉です。例えば朝起きた瞬間から今日もダメかもって考えてしまう。仕事でミスした後、やっぱり自分は向いてないって決めつけます。帰宅後に動けないと、また逃げたって責める。こういう言葉を無意識で繰り返している人はかなり多いです。でも問題は本人がそれに気づいていないことです。頭の中で自然に流れてるから普通の考えだと思ってしまう。だから本書ではまず観察することを重視しています。今自分にどんな言葉を向けてるんだろう。そこを見る。これが最初の一歩になります。ここを飛ばして改善するとまた同じ苦しさに戻ります。なぜなら表面だけ変えても頭の中の独り言が変わっていないからです。無理にポジティブな言葉を言おうとしても、内側ではどうせ続かないって思っている。すると言葉と感覚がずれて余計に苦しくなる。だから本書は最初から完璧な前向きさを求めません。まず今かなり自分を責めてるなって気づくだけでもいい。それだけで無意識の流れが少し止まるからです。自分も最初、気づくだけで変わるのって思ってました。正直、もっと具体的な改善法を期待してました。でも実際は気づかないまま責め続けることが一番苦しかったんですよね。この考え方は日常でもかなり使えます。例えば仕事終わりに何もできなかった日、前ならまた今日も終わったってそのまま落ち込んでいた。でも今かなり疲れてるなとか、今日は攻めすぎてるなって見れると少し反応が変わる。すると完全に止まりきる前に少し呼吸できるようになる。この本の内容は仕事だけじゃなく人間関係の場面でも役立ちます。誰かに否定された後、頭の中で何度もびっくりして自分を責め続けることはあります。でもその言葉をそのまま信じ続けるほど苦しくなっていく。だから本書はまず気づくをかなり大切にしています。無理に変わろうとする前に自分を苦しめている言葉を一回見てほしい。それが止まり続ける毎日を変える入り口になるんです。この本の中で特に印象的なのは、人は毎日自分に話しかけながら生きているという視点です。しかもその言葉って思ってる以上に毎日使ってますよね。朝からもう今日もしんどいとか考えてます。例えば朝起きた瞬間に今日もしんどいなって考える。仕事でミスした後またやったって責める。帰宅後に動けないと結局何も続かないって落ち込みます。こういう言葉かなり自然に使っていますよね。でも本書ではその独り言をただの気分では終わらせません。毎日聞いている言葉だからこそ少しずつ現実として受け取っていくと説明します。つまり自分はダメだを毎日繰り返すほど本当にそう感じやすくなる。
すると新しい挑戦を避ける、行動する前に疲れる、失敗が怖くなる、だからまた動けなくなる、この流れが少しずつ積み重なっていくんです。ここがかなり怖いポイントです。なぜなら本人は努力しているつもりだからです。もっと頑張ろう。ちゃんと変わらないと。って真面目に考えている。でも実際はその厳しい言葉で自分を追い込み続けている。だから前へ進むための努力が逆に自分を止めてしまう。本書はその状態をかなり現実的に描いています。特に印象的なのは無理に前向きになろうとしなくていいという考え方です。普通は落ち込んだ時ほどポジティブにならなきゃって考えますよね。でも本書はそこを急がせません。まず今かなり自分を責めてるなって気づくことを重視します。それだけでも無意識の流れが少し変わるからです。自分も夜になるとまた今日も無駄にしたって考えることはありました。しかもその言葉を何年も普通に使ってたんですよね。だから疲れてるのにさらに自分で削っていました。この話が示しているのは、人は事実そのものより自分へどう言葉を向けるかで状態が変わるということです。同じ失敗でももう終わりだと思うのか、かなり疲れてたなと見るのか、それだけでも次の行動は変わります。この考え方は仕事でもかなり重要です。例えば上司に注意された後、頭の中で何度もリクリしてやっぱり自分はダメだって考えてしまう。すると次の発言まで怖くなる。でもそこで自分を責め続けるよりかなり緊張してたなと見れると少し呼吸できるようになる。本書は完璧に変われとは言いません。まず毎日自分へ向けている言葉をちゃんと見てほしい。そこから止まり続ける毎日が少しずつ変わり始める。そんなメッセージがかなり強く残る一冊なんです。この本の内容は夜の過ごし方を変える場面でかなり役立ちます。特に仕事終わりに動けなくなる人ほど使いやすい考え方です。帰宅してすぐ今日も何もできなかったって考えてしまいます。資格勉強しようと思ってた、運動しようと思ってた、でも結局スマホだけ見て終わった、こういう夜かなりありますよね。するとまた自分は続かないってさらに責めてしまう。でも本書ではその瞬間の言葉を見ることを重視します。今かなり自分を追い込んでるなってまず気づく。それだけでも少し流れが変わります。なぜなら責め続ける状態から少し距離を取れるからです。ここを変えないままだと夜のたびにどんどん疲れていきます。自分も帰宅後に動けない日はずっと自己嫌悪してました。なんでまた今日もって毎日同じこと考えてました。でも疲れてる状態でさらに責め続けるほど次の日も重くなるんですよね。だからまず今日はかなり消耗してるなと見る。それだけでも少し呼吸しやすくなる。この使い方は仕事の場面でも役立ちます。例えば上司に注意された後、頭の中で何度もリクリしてやっぱり自分はダメだって考えてしまう。すると次の発言まで怖くなる。会議でも緊張する。返信一つ送るだけでもかなり疲れる。でもそこで自分を責め続けるより今かなり焦ってるなって見れると少し落ち着きやすくなる。本書は完璧に前向きになれとは言いません。まず自分へ向けている言葉に気づいてほしいと伝えています。この考え方は人間関係でもかなり使えます。例えば誰かに冷たい反応をされた後、嫌われたかもって頭の中で考え続ける。そしてやっぱり自分はダメだってどんどん苦しくなる。でもそこで無意識に責め続けるより今かなり不安になってるなって見れると反応が少し変わる。
すると必要以上に自分を攻撃しにくくなる。この本の内容は頑張る人ほど役立ちます。なぜなら真面目な人ほど努力のつもりで毎日自分を追い込んでいるからです。しかも本人はそれを普通だと思っている。だからまず気づくことが大切なんです。この本の内容は仕事終わりに何もできず夜に自己嫌悪してしまうような場面でも役立ちます。無理に変わろうとしなくていい。まずどんな言葉を毎日自分へ向けているか、そこを見るだけでも止まり続ける毎日は少しずつ変わり始めます。今日は5分でいいので夜に自分へ向けている言葉だけ少し観察してみてください。この本が伝えている本質は、人は自分へ向ける言葉で少しずつ状態が変わっていくということです。多くの人は自分に向けてる言葉をあまり意識してないですよね。また今日もダメだった。なんで続かないんだって自然に考えてしまいます。でも本書ではその言葉が少しずつ行動や感情へ影響すると説明しています。だから自分を責め続けるほど本当に動けなくなっていきます。特に真面目な人ほど努力のつもりで毎日自分を追い込んでいます。自分ももっと頑張らないとばかり考えてました。でも責めるほど疲れてさらに動けなくなるんですよね。本書が特徴的なのは無理に前向きになれ通しつけないところです。まず今かなり自分を責めてるなと気づくことを重視しています。それだけでも無意識の流れが少し止まり呼吸しやすくなるからです。ここを理解すると変わらなきゃと焦り続ける毎日が少し変わり始めます。この考え方は仕事にも人間関係にも使えます。ミスした後、注意された後、動けなかった夜の後、その度に自分へどんな言葉を向けているか、そこを見ることが大切なんです。会社員の現実を変える一冊。この本は頑張るほど苦しくなる人へ新しい視点をくれる内容でした。今日は5分でいいので夜に自分へ向けている言葉だけ少し観察してみてください。それだけでも止まり続ける毎日は少しずつ変わり始めます。この本を読んだ方はぜひコメントで感想を教えてください。チャンネル登録も忘れなく。